これは空っぽの栄養ドリンクの瓶。この瓶の口から息を吹き入れると、笛のような音が鳴る。これは息を吹き込むことで起きる瓶の中の空気の振動が原因だ。次に同じ瓶をもう一つ用意して、小さなアルミホイルの切れ端を乗せる。そして少し離れた場所で瓶から音を出すと、なぜかアルミホイルが落ちた。なぜこんなことが起こるのか。瓶を吹くと中の空気が振動し、この空気の固有振動数の音が出る。当然もう一つの瓶の中にある空気も同じ固有振動数を持っている。そのため瓶から出た音によって共振を起こし、空気が振動してアルミホイルが落ちたのだ。今度は違う大きさの瓶でやってみる。この状態で大きな瓶を鳴らすと、同じ瓶からだけ落ちた。アルミホイルを戻して今度は小さな瓶を鳴らしてみると、小さな瓶からだけ落ちた。瓶が発する音、つまり固有振動数は瓶の大きさや形によって異なる。つまり対応する音を当てれば、狙った瓶のアルミホイルだけを落とすことができるのだ。それではここで皆さんに驚くべき実験を体験してもらおう。そのために皆さんの手をちょっと煩わせなくてはならない。実験に参加したい方は一度この動画を止め、この栄養ドリンクの瓶とアルミホイルを用意して戻ってきてほしい。今とてもそんな余裕のない方は、この実験映像をとりあえず最後まで視聴してみてください。準備できたでしょうか。今あなたのモニターやスマホの目の前にある瓶とその上のアルミホイルはこれと同じように微動だにしていないだろうが、よく見ていてほしい。それでは瓶を鳴らしてみよう。あなたの目の前のアルミホイルもこの映像のように落ちただろうか。今実験ができなかった方も瓶を調達してぜひ試してみてほしい。共振現象は音さえ届く環境ならば時間と場所をも超えて起こすことが可能なのだ。そして共振は音に限って起こる現象ではない。これは手持ち式のマッサージ機。スイッチを入れると振動する仕組みだ。このマッサージ機に針金を押し当てて、飛び出ている部分の長さを徐々に短くしていくと、ある長さで急に振動が大きくなった。さらに短くすると振動が収まった。この電動歯ブラシならどうなるだろうか。同じようにやっていくと、ここで振動が大きくなった。こうした針金は長いほど固有振動数は小さく、短くなるほど大きくなる。そのため飛び出た部分を徐々に短くしていくと、ある瞬間
この針金の固有振動数がマッサージ機や歯ブラシの振動数と一致して共振を起こし、激しく振動し始めたのだ。この原理を使い、こんなさらなる実験を考えてみた。まず、枝物の花を用意した。分岐した枝は、それぞれ長さや重さの違いにより、固有振動数が異なるはずだ。つまり、うまく振動を調節すれば、枝を一本ずつ個別に震わせることができるのではないだろうか。根元に振動モーターを取り付ける。スイッチを入れて電圧を調整すると、モーターの回転速度が変化し、振動数を変えられる仕組みだ。まずは1番の枝を狙い、回転数を微調整していく。1番の枝が震え出した。次に2番。そして3番。このように共振現象で離れた場所にある狙ったものにだけ大きな振動を与えることができるのだ。最後にこの原理を応用したニムスの研究成果を一つご紹介しよう。これは金属の強度を測る装置だ。金属は変形を繰り返すと強度が下がり、時に大きな事故につながる。金属疲労と呼ばれるこの現象の限界をこの装置で測定できる。まず測定したい金属片を取り付けて固定する。ジェットエンジン内部などの環境を想定し、ヒーターで加熱する。この装置では1000度までの試験が可能だ。一見何も起こっていないように見えるだろうが、上下にあるニムス独自開発の共振体を超音波により細かく振動させ、金属片に共振を起こしている。これにより1秒間に2万回という凄まじい速度で金属片を伸び縮みさせ、本来は何日もかかる疲労試験をわずか数分で終えることが可能になった。振動と共振という物理法則をもとにすれば、我々の常識を超えた発想が生まれるのだ。未来の科学者たちへ。ニムス。